こんにちは、ケイです。今日は編み上がったこちらのタンクトップと、今編み始めているニットティーについてお話ししたいと思います。こちらのサバイトップが完成しました。デザイナーさんはスザンネ・ミラーさんという方になります。私はサイズの S を編みました。で、こちら完成して着用してみたところ、本当に活用できる一着だなというふうにとても満足しています。で、ボトムスを選ばないタンクトップだなというのが本当に大きい印象です。例えば会社に着ていく時など、ナイロン製の生地だったり、ワイドパンツだったり、ストレートのパンツだったり、あと、ちょっとしたお買い物だったり、カフェに出かける時などには、ジーンズだったり、あとリネン素材のスカートだったり、本当にいろんなボトムスを合わせて着てみたのですが、どのボトムスにも合うそういった、パターンのデザインというか、とても素晴らしいパターンだなと思いました。実際私が選んだのもこのボートネック、襟ぐりがあまり深くないので、少しこの浅めのボートネックが素敵だと思ったのと、あとシルエットがボックス四角い形なので、そういった点もいろんなボトムスに合わせやすいのではないかなと思ったのですが、本当に選んで正解なパターンでした。こちらのサバイトップなんですが、編み方の構造としては、襟ぐりを編んで、前身頃と後ろ身頃の襟ぐりを編んで、で、最後この、脇の部分を過ぎたあたりから、ぐるぐると身ごろを編んで、裾を編むという編み方なんですが、袖がないですし、実際、丈も自分の丈に合わせて編むことができるんですが、とても早く仕上がって、本当に私もこんなにもあっという間に仕上がるのかと驚きました。で、編むのもメリヤス編みなので、とてもシンプルな編み方ですので、いろいろ考え事をしながらとか、何かを見ながら編むことができて、とてもリラックスしながら編むことができる、そういった、一着じゃないかなというふうに思いました。で、使用した、糸なんですが、私はこちらの湯沢屋さんで購入したネイチャーロールという糸で編みました。組成は面が多く配合されてます。あと竹繊維と麻が入ってます。夏糸でとても風合いもよくナチュラルな感じのある糸です。で、こちらは面が多いので、しっとりしたそういった生地になるんではないのかなというのと、あと、麻や、竹の繊維が入っているので、涼しさも出るのではないかなと思って、実際に選んで良かったなというふうに思ってます。こちらの編み地になると落ち感も出ますので、すごく着ていて上品なシルエットというか自然な感じで、軽やかな印象が出る、そういった生地感になっています。本当にとても編み地になったら素敵な一着ができる糸だなというふうに思いました。で、私はこの毛糸、糸を3玉購入したのですが、1玉とあと8割ぐらい編んで使って、残り1玉と少し糸が余ったので、アクセサリーを1つ作ってみました。こちらはカントリーロードバンダナという、パターン名になります。頭に巻いて使うそういったアクセサリーになるのですが、セレステニットウェアさんという会社が無料で配布している、そういったあの無料で提供しているパターンになります。で、私は髪が少し長いのもありますので、あまりボサボサしている時なんかはこれをかぶって、カチューシャの代わりというか、そういった形で
活用するのができていいのではないかなと思います。とてもこの編み目というか、この透かし模様が本当に美しい、そういったアクセサリーだと思います。これも着用するのが楽しみです。セットできると色が同色ですので、一緒には着ないかもしれないのですが、実は私はこのサバイトップがあまりにも早く編めてしまったので、余った糸を使ってもう一枚サバイトップを編みました。こちらになります。こちらはサバイトップのナンバーワンの方になります。ナンバーワンは襟ぐりが、あと脇のこのラインもゴム編みで模様が入っています。私が今着ているのはナンバー2の方になりまして、襟ぐりはシンプルなまっすぐの何も装飾のないラインが出てます。こちらの脇の部分もそうです。ナンバーワンの方はこういった形でラインが出てます。余っていた糸はこちらのフラックス K という糸になります。私はこのフラックスが本当に好みの糸で、素材がリネンがとても多い糸になります。でこちらは多分もう廃盤になっていまして、手に入ることが難しいのではないかと思うのですが、リネン素材が多く入っている、そういった糸になります。リネンと綿が配合されてます。なのでこの落ち感も出ますし、あととても軽い、そういったサバイトップがもう一着できました。とても嬉しく思っています。なのでこのサバイトップというパターンは本当に手軽に編むことができますし、あと糸の量もそれほど使わないということが今回分かったので、また是非次の機会があれば編んでみたいなと思ってる、そういった、パターンになります。実際にオンにもオフにも活用できる、すごく汎用性の高い、そういった、タンクトップだと思います。とてもおすすめのパターンです。長く着回せると思いますし、ワードロープに一つ揃えておいても、加えておいても本当に活躍できる、そういったパターンだと思いました。次は今編んでいるものについてお話ししたいと思います。こちら今途中なのですが、パターン名がアンカーサマーシャツと言います。デザイナーさんはプチニットさんになります。アンカーサマーシャツは、似ているパターン名でアンカーティーというものがあるのですが、こちらはアンカーサマーシャツといって、アンカーティーよりも前に出た、パターンの方になります。糸が少し太めの糸で編まれる、そういった、パターンになってます。私はとてもこちらのアンカーサマーシャツもプチニットさんのデザインはすごく人気があるのですが、こちらのアンカーサマーシャツもとても人気があるパターンで、今回これを選んだ理由としては、やはりこのサバイトップもそうだったのですが、オンオフどちらにも活用できる一着が欲しいと思って、で今度は袖があるパターンを探していました。で、自分が使いたい糸だったり、あと、袖があったり、オンにもオフにも活用できると考えた時に、こちらの人気のある、多くの人が編んでいるアンカーサマーシャツを編んでみようというふうに決めました。で、こちらの使用している糸なのですが、実は先ほどサバイトップでも紹介した同じネイチャーロールになってます。で、こちらの糸はサバイトップを編んで思ったのですが、本当に編み地が綺麗に落ち感だったり、あと、涼しさだったり、爽やかな感触だったり、それが本当に表現できるとてもいい糸だと思いましたので、ぜひ
アンカーサマーシャツにも使いたいと思ってこちらを選びました。蘇生は先ほど紹介したと同じ、綿と竹繊維と麻が蘇生になっている夏糸になってます。とてもさらりとした感じもありますし、綿が配合されているので本当にしっとりした感触もある爽やかな糸です。で、スワッチも編んでみました。こちらがスワッチになります。とてもやはりドレープ感、落ち感もありますし、しっとりした感触だったり、この少しカサッとした爽やかな印象もある、そういった編み地になります。私はこちらは今 3.75 ミリの針で編み進めています。指定は4ミリなのですが、スワッチを編んで水通しをした後ゲージを取ってみたところ、少しやはり目が水を含んで膨らみましたので、乾いたサイズを測ったところ、私は4ミリよりも1サイズ下げて 3.75 ミリの棒針でサイズで編むことにしました。とてもサバイトップで生地感の良さはすごく実感していますので、あとはアンカーサマーシャツというこういった襟ぐり、デコルテにかけての襟ぐりにとても模様が出て特徴のあるデザインなのですが、これがどういった形で表現されるかなととても楽しみにしています。で、夏なので、今年の夏は、もう来週ぐらいから34度、35度ぐらいまで上がると聞いていますので、今年の夏をしのげるそういった一着になってほしいというのと、あとワードロープで、ぜひいろんな場面でも活用できる一着が欲しいと思ってとても期待しているパターンになります。今日は動画を見ていただいてありがとうございました。完成品について、また皆さんが今編んでいるものについてなどコメントいただけると嬉しく思います。ではまた近いうちにお会いしましょう。